今僕は表参道の歩道橋の上に立っています。目の前に広がるのは東京で最も洗練されたエリアの一つ、青山。でも今日は歩くのは観光客がまだあまり知らないけれど今最もホットなブロック。ここから神宮前交差点を抜けてみゆき通りへ。表参道の喧騒からわずか数分、空気が変わります。セレクトショップが軒を連ね、路地の奥には静かなギャラリーや隠れ家的な店、ファッションと建築、そして日本の美意識が凝縮されたエリアです。最終目的地は根津美術館。都会のど真ん中にありながら、竹林の参道を抜けた先に広がるもう一つの東京。僕も久しぶりで楽しみです。どんな風に変わっているのかな。歩道橋の上からカメラで撮ると登っているように見えるかもしれませんが、実はここ下っているんです。ご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは思わず出かけたくなるような素敵な散歩動画を定期的にお届けしています。最新の動画を見逃さないよう、今のうちにチャンネル登録ボタンをポチッと押していただけると嬉しいです。こんにちは、富雄アカデミア77です。この動画は英語音声でもお楽しみいただけます。フランス語、韓国語、タイ語、スペイン語、イタリア語の字幕にも対応していますので、ぜひ英語音声でもご覧になってみてください。海外のご友人にもこの神宮前から根津美術館にかけての魅力を紹介していただけたら嬉しいです。それでは本編をお楽しみください。さあ、神宮前交差点から歩き始めましょう。平日の昼間でもここはいつも人の流れが絶えません。右の角はビルを建て替え中です。そして右側はバレンシアガ青山。2階建ての全面ガラスカーテンウォール。このガラス張りの外観が圧倒的な存在感を放っています。旗艦店ならではの豊富なストックがあって、最新コレクションや限定アイテムの先行販売もここでよく行われるそうですよ。このお店はオムプリッセ一世三宅青山です。この辺りは三宅一生さんのショップが昔からあるエリアなんです。一世三宅なキリーツは海外のデザイン関係者や建築家、アーティスト、YouTuber などの間で美しくて実用的だと絶大な支持を得ています。だからこの青山店はいつも海外からの旅行客でにぎわうグローバルなスポットになっているんです。こちらも一世三宅のショックです。オムクリッセが男性向けのモダンなプリーツに特化しているのに対して、隣のメイン店やプリーツプリーズではウィメンズをはじめブランドのより実験的でアウト性の高い最新コレクションやバッグなどの小物が並んでいます。男女問わずカップルやファミリーで一緒に買い物を楽しめるのがこのエリアの強みですね。もともと一世三宅は平面的でユニークな形の服が並ぶブランドです。幾何学的な構造を取り入れていて、パタパタと美しく折りたためる服が多いのが特徴なんです。一世三宅の服は西洋の立体裁断とは違って、日本の着物のような平面性や折り紙の知恵から生まれていると言われています。平らに畳まれた一枚の布が人が着た瞬間に美しい立体へと生まれ変わる。昔から変わらないこの日本版イノベーションが今も世界中のクリエイターを魅了し続けている理由なんですね。南青山のこの通りを歩くと、いくつもの一世三宅のショップが並んでいます。実はこの立派な建物自体が一世三宅の自社ビルなんです。世界中で大ヒットしている一世三宅のバオバオです。置いてある時は真っ平らなのに、中に物を入れると折り紙のように変化して魔法みたいに立体的なバッグに変わるんです。日本の伝統的な知恵と最先端テクノロジーが融合した、今まさに世界中の人が並んででも手に入れたい日本を代表する傑作プロダクトです。あ、そうだ、ちょっとはっと思い出したことがあるんです。デザインといえば、アップルの創業者スティーブ・ジョブズが生前いつも着ていたトレードマークの黒いタートルネック。あれ実は三宅一生さんが彼のために作った特注品で、なんと100着も大量に注文してクローゼットに並べていたっていう話は世界的にすごく有名な伝説ですよね。そんな数十年にも及ぶ深い絆があって、実は最近ついにアップルと三宅一生が公式に手を組んで特別な iPhone を入れるバッグを世界に送り出したんです。それが iPhone ポケット。
まるで折り紙のようにスマホの形にぴったりフィットするポケットに変身するんです。かつてジョブズの体に寄り添った三宅一生の哲学が、今度は私たちが毎日持つ iPhone を美しく包み込んでいます。最近この通りは撮影禁止のお店が多いので、中に入ってお見せできないのが残念ですが、今やこの通りが買い物しやすくて落ち着いていて、メインと言ってもいいくらいだと思います。僕はこの通りが好きなんです。この通りはまさに一世三宅の聖地と言えるほど一世三宅のショップが多いんですよ。反対側にはコムディ・ギャルソンのショップが見えます。ではコムデ・ギャルソンのショップの隣の道を骨董通りの方へ進みます。あ、そうだ。このギャルソンの角の横道を骨董通りに向かって少し歩いたところ、このビルの地下にものすごい和食の名店があるのを思い出しました。伊豆の旬ヤンモです。来たかったのはこのお店ヤンモです。お腹が空いたのでここで焼き魚を食べたいと思います。毎日伊豆の港から取れたての魚が直送されてきて、お店の中で豪快に備長炭で焼き上げてくれるんです。僕も30年ぐらい前は焼き魚が食べたいときはいつもここを利用していました。中はどうでしょう。ランチタイムが終わりそうな時間帯で滑り込みセーフでした。よかった。雰囲気全然変わっていないですね。とても綺麗です。今日は鮭定食とサバ定食を頼みました。まずは麦茶をいただきます。今日も暑くて喉が渇きました。これが付け合わせです。このおしんこ食べてみます。本格的な料亭の味のような品のいい味で美味しいです。焼き魚の鮭定食です。赤だしの味噌汁、鮭もこんがり焼けて見ただけで食欲をそそりますね。そしてサバ定食です。脂が乗っていてこちらも美味しそうです。魚の油といえば脳を元気にする DHA や血液をサラサラにする EPA。 美味しい焼き魚を食べてお腹も大満足で、体も中からサラサラになる。最先端のトレンドを歩き回るパワーをチャージするには、まさにこれ以上ない最高の大人のエネルギー補給ですね。完食です。美味しかった。ではここからが本番です。このお店、鉄骨がむき出しでかっこいいです。入ってみます。日本初で今世界が注目するレーベル、パバーズの旗艦店です。あえてデザイナーの名前を明かさないクリエイター集団が手掛けていて、80年代90年代のストリートカルチャーを今の時代にリミックスしたような、とにかく尖ったデザインがかっこいいんです。このむき出しの足場のディスプレイも東京のリアルなエネルギーを感じますよね。このお店を右に曲がって右側、ジェームス・パースのお店です。僕の好きなブランドなんです。ロサンゼルス発のラグジュアリーカジュアルブランド、ジェームス・パース青山店、入ってみましょう。このお店、渋谷から始まるキャットストリートを紹介した時、入り口付近にあったトゥモローランドのショップに置いてありました。今はそのコーナーがドリス・バンノッテンのコーナーになってしまいました。でもここにはジェームス・パースのすべてが揃っています。ここの T シャツやパーカーが特に好きなんです。上質なコットンを使っていて肌触りが良く、今でも愛用しています。カリフォルニアの豊かな自然やビーチカルチャーを背景に生まれたブランドです。最大の特徴は、一度着たら手放せなくなるほどの素材のクオリティと最高の着心地です。やはりジーンズに目が行きます。すごく良かったんですが、レディースしかないそうです。残念。まるでロサンゼルスの高級住宅街にある邸宅に招かれたようなゆったりとした時間が流れています。こちらのショップはストーンアイランドのショップです。はい、では一度戻ります。コムディ・ギャルソンの青山店です。当初はこの近くのフロムファーストビルにありましたが、1989年に現在の場所へフラッグシップショップとして移転してきました。それ以来、南青山のファッションの象徴として君臨し続けています。デザイナーの川久保玲さん本人と建築家の川崎隆夫さん、そして
イギリスの設計事務所フューチャーシステムズが共同で手掛けたあの曲面ガラスのファサードです。この斜めの透明で湾曲した全面ガラス張りのショーウィンドウにこだわりが感じますよね。一歩中に入ると白を基調としたミニマルでピリッとした心地よい緊張感が漂っています。お店自体は当時とあまり変わりませんが、洋服のアバンギャルドさは今も健在です。息子がロンドンから帰ってきた時、帽子のデザインのオファーがあってデザインしたことがあるんです。ヘアデザイナーがデザインする帽子は僕から見てもクリエイティブで良い出来でした。コレクションしておこうと思って買いに来たんですが、当時で6万円ぐらいしたのを覚えています。今どこに行ってしまったんだろう。2026年のコレクションを見てもヘアデザインやウィッグに力を入れていることがよくわかります。今もヘアアーティストのジュリアン・ディスがヘア担当しているのかな。向こうに見えるのはラグジュアリーブランドブルネロ口練り青山店です。渡って見ていきましょう。こちら非常に気品漂うショップです。口練りといえば何といっても世界最高品質のカシミヤです。それまで地味な色しかなかったカシミヤの世界に鮮やかで美しいカラーを持ち込んだパイオニアでもあります。ニットやジャケットの肌触りと軽さは本当に格別で、世界中の本物を知るセレブやエグゼクティブたちがクローゼットの服を全て口練りにしたいと憧れる究極の日常服です。ここにミュウミュウができています。今や知らない人はいないほどですね。プラダの気品を受け継ぎながらも、より自由でちょっといたずらっぽく強い個性を持った女性像を提案しているショップです。それとそのすぐお隣にあるのがステラ・マッカートニーです。正直ブランドが始まった当初はビートルズのポール・マッカートニーの娘さんのデザインかなんてちょっと甘く見ていた時期もあったんですよ。でもいやー、とんでもない。今や父親の偉大な名前を完全に超えて世界中がリスペクトするトップデザイナーになりました。何がすごいかって、彼女ブランド立ち上げ当初から本物の革や毛皮、羽毛を一切使わないっていう信念を世界で一番最初に貫いたラグジュアリーブランドなんです。ただデザインがかっこいいだけじゃない、地球の未来や命を大切にする姿勢そのものが今の時代に多くの人に認められて支持されている理由なんですよね。偉大な親の七光なんかじゃなく、本物の実力と強さで世界を変えた。この南青山の緑の並木道にその優しい信念がすごく似合っていませんか？プラダ青山店です。これができたのは2003年なんですが、今見てもまるで未来の建物みたいですよね。スイスの天才建築家ユニットヘルツオーク&ドゥムーロンが手掛けた世界的な名建築なんです。もう23年も経つんですね。単にお店として服を売るだけじゃなくて、街の文化の発信地にするために建てられたビルなんですよ。このひし形のガラス、よく見ると平らなもの、出っ張っているもの、へこんでいるものが組み合わされていて、光の反射でダイヤモンドみたいにキラキラ輝くんです。まさに南青山みゆき通りの最高のごちそうですね。買い物をしなくても建築を見たり、空間そのものを体験したりすることで、人々が刺激を受け交流できるような文化のランドマークを目指して建てられたそうです。目的十分発揮していますよね。そして向こう側はフランスのアルプス山麓で誕生したモンクレールです。このお店、毎年いろんな有名デザイナーとコラボしてアートみたいなダウンジャケットを次々に発表しているそうですよ。アクネストゥディオーズのショップです。僕もお気に入りのブランドアクネストゥディオーズの青山店があります。僕もここのジーンズと T シャツを愛用しているんですが、それもそのはず。このブランド、もともとは作った100本のジーンズを仲間に配ったことから始まったデニムの天才なんです。北欧らしいシンプルで洗練されたデザインの中に、どこか都会的なセンスが光る。気取らない大人のデイリーウェアとして、ここの右に出るものはいないですね。
ただ一つだけちょっと残念なのが、最近のハイブランドって自由にお店に入って見られないことが多いんですよね。一人一人にスタッフの方がついて、案内を待ってからじゃないと入れないお店が増えていて、少し面倒に感じちゃうこともあります。昔パリのカルティエのショップに行った時もそうだったんです。いちいちお話をして奥から商品を出してもらってから見るスタイル。買うものが決まっている超高価な宝石だったらそれもわかるんですが、ファッションの楽しさってそれだけじゃないですよね。その日に欲しいものがなくても、お店の中を自由に歩いて新しい発見があって、あ、これ素敵って急に買いたくなる、そういう心のときめきってありませんか？丁寧な接客も高級店ならではの魅力ですが、時には自由に見て回るワクワク感も楽しませてほしいな、なんて散歩をしながら贅沢なことを考えてしまいました。アミリのショップです。最近よく名前を耳にするようになったこのアミリ。もともとはロックシンガーの衣装を手掛けていたデザイナーが立ち上げた今大注目のブランドなんです。ここ一見するとすごく尖ったストリート風に見えるんですが、実は素材へのこだわりが本当に凄まじいんですよ。僕も服を選ぶときは肌触りや柔らかさ、そして身にまとった時の品の良さをすごく大切にしているんですが、このアミリのクオリティはまさに本物です。最高級のカシミヤや驚くほど柔らかい極上のデニムを使っていて、ハリウッドのセレブたちがこぞって愛用するのも深く納得できます。ただの流行り物ではなく、職人技と極上の素材で作られた大人のための新しいラグジュアリー。ぜひこの触り心地の良さ、動画越しにも皆さんに感じてほしいですね。ジェントルモンスターのショップです。確か代官山にもありました。ただ何のお店か知らなかったんです。入ってびっくり。大きなオブジェやロボットが動いていて、空間そのものがアートなんです。聞いてみると、韓国発の世界的アイウェアブランドだそうです。アジア人の骨格に合わせて作られているので、僕たちにもかけ心地が本当に柔らかくて最高なんですよ。今や韓国のクリエイティブって世界中で勢いがありますけど、それもそのはずですよね。根底にはサムスンや LG といった世界トップクラスのハイテク IT 技術の底力が国全体にしっかりとあるからこそなんですよね。最先端の技術的な基盤がベースにあるからこそ、ジェントルモンスターのようにお店の中に度肝を抜くような巨大な動くオブジェクトを堂々と打ち出せるのかもしれません。単なるおしゃれなサングラス屋さんという枠を超えて、国の技術力とアートが最高の形で融合している。そんな風に見ると、この最先端の空間がさらに面白く見えてきませんか？一世三宅が展開するブランド、ハート青山店です。日本の高い織物技術とインドの伝統的な手仕事を融合させた美しい生地の服や小物が人気のお店です。この重厚なレンガ造りのアーチが美しい建物。ここロゴをよく見ると、ロンドン発のレーベルコス青山店なんです。実はここH&M のハイエンドブランドなんですが、コンセプトは手が届くラグジュアリーだそうです。インターセクトバイレクサス東京って書いてあるけど、何のお店でしょう？ここ高級車のレクサスがプロデュースしている場所なんだそうです。車を売る場所ではなくて、レクサスが提案する大人のラグジュアリーなライフスタイルを体験できるカフェやレストランなんだそうです。外側の綺麗な格子ウッドは車のフロントマスクの形がモチーフになっていて、インテリアもものすごく凝っているんですよ。もしお散歩の途中で少し足が疲れたら、このレクサスの極上レザーの椅子に腰掛けてこだわりの一杯を味わってみてください。ものすごく贅沢な気分になれそうですよ。今度ここでお茶してみようかと。隣がリミ風。そして日本の尖ったモードを語る上でもう一人絶対に忘れてはいけないデザイナーがいるんです。それがリミ風。実はデザイナーの山本さとみさんは世界的な巨匠幼児山本さんの娘さんなんですよ。お父さん譲りの美しい黒をベースにしながらも、もっとストリート感があって現代のかっこいい大人のためのリアルクローズを提案しているんです。
お父さんを超えるデザイナーになるんでしょうか。ミー一世三宅青山店。ここの服の凄さは何といってもその軽さと魔法のように伸びるプリーツ素材です。小さく折りたたんでもシワにならず、お家で簡単に洗えるので、自分の日常を快適に楽しむ服として世界中のおしゃれな人たちに愛されています。ヨックモックが見えます。この鮮やかなブルーのタイルがひときわ目を引くのがヨックモック青山本店です。日本の誰もが知っているあのサクサクのシガールのヨックモックですね。ブランドができてからもう57年、この青山にお店を構えてからも48年というこの通りの大ベテランなんです。ヨックモックの前、今のインターセクトバイレクサス東京のところでしょうか。以前はここには出版社があって、よく撮影や打ち合わせに来ていました。ヨックモックはまるで会議室のように使わせてもらっていましたね。もう40年も前になるのでしょうか。今も変わらないこの青いタイルで覆われた外装、今でも綺麗に輝いています。当時から中庭もあって、店内も他のお客さんと離れてプライベートに打ち合わせができる作りで重宝していました。このお店のように全然変わっていないところがあって嬉しいです。さあ、ヨックモックを過ぎて路地を少し奥へ進むと見えてきました。世界のモード界の巨匠、ヨージ山本の聖地、ヨージ山本店です。この重厚なコンクリートの建物、実は1969年に建てられた非常に歴史のあるビルを一棟連丸ごと使っているんですよ。ちなみにこの本店の壁面を見てください。この大きく書かれたものすごくかっこいいイラスト、ひときわ目を引きますよね。これ日本人画家の朝倉優香さんが手掛けたアートなんです。ヨウジさん本人が彼女の才能に惚れ込んで、その世界観がこの壁にもダイナミックに表現されています。ヨウジ山本といえば1980年代にまるで一冊の芸術雑誌のような素晴らしいビジュアルブックを作っていたんですが、その仕掛け人がイギリスの天才カメラマンニック・ナイトでした。僕も昔見た彼の写真ですごく印象に残っているカラー写真があるんです。鮮やかなライトグリーンの背景に紫の衣装、そしてそこへ気だるく立ち上るタバコの煙が描かれている写真なんですが、あの圧倒的な美しさは今でも鮮明に覚えています。単なる服のカタログを超えて写真一枚一枚に至るまで本気のアートを追求してきたんですよね。実は今日店内は撮影禁止なので皆さんにお見せすることはできないんですが、僕はこのお店ができた頃よくここに来て買い物をしていたんです。久々に中を覗いてきたんですが、内装は嬉しいことに昔のままでした。当時ロンドンで流行っていたコンクリートむき出しの壁に厚みのある木の床、置いてあるテーブルなども当時のままなんです。空間はまさに黒の衝撃。地下1階がメンズ、そしてエレベーターで2階へ上がるとレディースが並んでいます。周りのところどころに鉄骨がむき出しになっていて、床の経年劣化がまたいい感じに歴史を感じさせて、本当にいい雰囲気なんですよ。最近のハイブランドのようにアテンドを待つ必要もなく、ゆったりとした空間の中で自分のペースで服を見渡せる、欲しいものを自由に発見できる、こういうショップが僕は本当に好きですね。こちら根津美術館です。この交差点を渡ります。外から見た感じ、この美しい竹の生垣に囲まれた佇まい、本当に素敵ですよね。でも中はもっといいんです。昔から青山をよく知る方は、以前はもっと別のお屋敷のような建物だったなぁと記憶されているかもしれませんが、その通りなんです。2009年に建築家の隈研吾さんの設計によってこのモダンな姿に生まれ変わりました。見てください。ここだけは別世界です。インスタでよく紹介されているので、海外の方にも人気の撮影スポットです。この長い竹のアプローチは、都会の賑やかさから美術館の静けさへと心を整えるための通り道なんだそうです。建築家の隈研吾さん、
最近代官山でも紹介したリオールパビリオンも竹でパビリオンをデザインしていました。やはり風情があっていいですね。今やこの和のミニマリズムが世界中のクリエイターや海外の観光客から東京で一番美しい場所として大注目されているんですよ。敷地内には驚くほど広大な日本庭園も広がっていて、一歩入るだけで自分の呼吸がゆっくり深くなっていくのがわかります。今日は根津美術館の日本庭園散歩を一緒に楽しみましょう。ではまず美術館から入ってみます。入場料は大人1人1600円でした。予約をして購入するとお得な価格になります。ホールも落ち着きがあって貴重な彫刻もあって雰囲気も素敵です。中は当然撮影禁止です。全部見てきました。お土産売り場を覗いてみます。まず書籍があります。この花瓶気に入りました。普通のコップを入れるだけで風情ある花瓶に変身。これは素敵です。筆も置いてあります。習字は得意ではありませんが、美術館に置いてあるすずりと筆置き、水差しの豪華なセットの箱を見ているうちに、僕も何か書きたくなります。ここに来た記念に購入したくなるような品が多くあります。では庭園を散歩してみます。大都会の中なのにすごく広いです。庭園を散策する前にカフェでお茶してから行きます。ここは庭園内にある根津カフェです。タイミングが良かったのか、すぐ入ることができました。カウンター席に座りました。庭園の景色が楽しめる最高のロケーションです。カウンター席おすすめです。頼んだのは、僕はコーヒーとモンブランのケーキです。甘いものが欲しくなりました。見た目も素敵なモンブランです。中はこんな感じです。一口食べてみます。美味しいです。ただ僕には少し甘すぎるかもしれません。それでも全部完食しました。では庭園散歩していきます。ここから入ってみます。根津カフェの裏手から入りました。カフェの階段を降りて出てくることもできるようですね。ここに出るのか。見てください、この圧倒的な緑。表参道のすぐ近くにいるとはとても信じられない静けさですよね。素敵な石畳を降りていきます。ここは自然の地形をそのまま生かした山里のようなお庭になっていて、歩いているだけで都会の忙しさがスーッと消えていくんです。池が見えてきました。さっきから音がすると思ったら、静けさの中に優しく響いていたのはこの竹の音。日本庭園でおなじみの獅子おどしです。竹に水がたまると、その重みでパタンと傾いて流れていって、戻るときに石を叩いてこの綺麗な音を響かせる。もともとは丹波と荒らす動物を驚かせるための道具だったそうですが、こうして静かなお庭で聞くと不思議と心が洗われて、この空間の静けさがより一層深く感じられますよね。ここの竹の回廊は何回見ても圧倒されますね。美術館見学が終わり散歩再開です。ここにリック・オーエンズのお店があります。入ってみます。これはすごい発見かもしれません。確かこの辺りは昔ジル・サンダーのブティックがあった場所なんですよね。世界的なカルト人気を誇るブランドリック・オーエンズのショップです。このリック・オーエンズ、一見するとすごく尖った近未来の要塞みたいなお店なんですが、実は素材へのこだわりが本当にすごいんです。触ってみると驚くほど柔らかく、極上のラムレザーやカシミヤを使っていて、
大人が身にまとった時の肌触りの良さを何より大切にしているブランドなんです。うわー、すごい。これぞリック・オーエンズの世界観ですね。ここにミシェル・ラミーさんの気配も感じられたら、痺れるほどかっこよかったのにと思うのは僕だけでしょうか。さあ、このリック・オーエンズ、デザイナーのリック本人のかっこよさもさることながら、実は彼の17歳年上の奥様ミシェル・ラミーさんがまたとんでもなく渋い方なんですよ。今年で82歳になられるんですが、おでこに黒いラインを描いて、指にはタトゥーがびっしり。まるで現代の魔女のような圧倒的なオーラを持った女性です。もともとはフランスの弁護士だったり、ナイトクラブのオーナーだったりと、波乱万丈な経歴の持ち主で、まだ売れなかった若き日のリックを支えて、世界的なデザイナーに育て上げた仕掛け人でもあるんです。リックの作るあの破壊的で美しい世界観は、このミシェルさんという唯一無二のパートナーがいたからこそ生まれたんですよね。もちろんシューズもかっこいいものが多いです。このジーンズもかっこいいです。とにかく素材も良いので惹かれますね。僕も未だに何着か持っていて愛用しています。ひときわ渋い佇まいを見せているのがアーツ&サイエンス青山さんです。この重厚なコンクリートの建物、実は日本の近代建築の巨匠前川邦夫さんの設計事務所が1986年に手掛けた非常に貴重なヴィンテージビルなんです。実は僕、この場所には特別な思い入れがあるんです。今のオーナーであるソニアさんがまだスタイリストとして大活躍していらっしゃった頃、まさにこの場所に伝説的なセレクトショップがあったんです。当時そこでおすすめされて買ったイギリスのバグメーカージャベツ・クリフのレザーベルトを僕は今でも大切に愛用しています。そんな思い出の場所に時を経て彼女の新しいお店が入っているなんて本当に不思議な縁、奇遇ですよね。今回新しくなったお店の中をじっくりと動画に収めてきたんですが、並んでいるお洋服はどれも本当に素晴らしいです。とにかく素材の良さが抜群で、手で触れるだけでその上質さが伝わってきます。無駄な飾りを削ぎ落としたシンプルで飽きのこないデザイン、これこそ何十年経っても色あせない本物の服だと肌で感じました。お店やブランドの形は変わっても、僕が当時ここで教えてもらった本当にいいものを長く愛するという大切な価値観は今もこの空間に変わらず息づいています。流行の最先端を行く青山の路地裏で時を超えて出会えた。これぞ南青山の奥深い贅沢ですね。さあ、今一番奥にあるアーツ&サイエンスの素晴らしい空間を堪能してきたわけですが、そこを出てすぐ左手、同じビルの中にあるこの手前のブティック、ここも実は同じソニアさんが手掛けるアンドショップ青山というお店なんです。奥のお店が上質なレディース中心なのに対して、こちらのアンドショップは男物女物の枠を超えたジェンダーレスがテーマ。僕たち男性でもさらっと日常に使える最高に肌触りの良いシャツや、世界中の少し珍しいインポートの小物がたくさん並んでいるセレクトショップなんですよ。一つの歴史あるビルの中で静かでエレガントな世界から、この自由でワクワクするメンズライクな空間へと左に一歩進むだけでパッと世界が変わる。こういう贅沢なはしごができるのもこの場所の本当に楽しいところですね。ではアーツ&サイエンスのビルを出て右へと進みましょう。あの有名なジャズクラブブルーノート東京がある方へと向かって歩いていきます。そして通りを右に曲がったところにあるのがこちら、日本の芸術界の巨匠岡本太郎記念館です。実は今回ここをすごく見たかったんですが、残念ながら今日はお休みでした。岡本太郎の作品は渋谷駅にも壁画として飾られています。以前渋谷散歩の時に紹介いたしました。今回も楽しみにしていたのですが、皆さんにお見せできなくて本当に残念です。ここはまた次回のお散歩のお楽しみにとっておくことにしましょう。仕方がないので、この記念館の横を抜けて一度みゆき通りの方へと戻ることにします。
みゆき通りの少し手前までここを左に曲がって静かな裏道を歩いて戻りましょう。おや、歩いていて気づいたんですが、この場所、昔はコムディ・ギャルソンのお店があったはずなんですよね。今は日本のストリートファッションを牽引するアンダーカバーのお店に変わっているようです。そしてサロモンもここにあります。高級なハイブランドだけでなく、こうした尖った日本のクリエイティブの歴史がどんどん塗り替わっていく。この新旧の入り替わりを肌で感じられるのも青山の裏道を歩く本当の面白さですね。そしてプラダのビルのところに戻ってきました。さあ、南青山の奥深い路地裏を抜けてみゆき通りへ、そして表参道の歩道橋の上までやってきました。今日は華やかなブランドショップが並ぶみゆき通りのウィンドウショッピングから始まって、根津美術館横のリック・オーエンスの世界観、本当に盛りだくさんのお散歩道でした。そして何といっても今回のお散歩のメインは緑豊かな根津美術館です。都会の喧騒のすぐそばにあんなにも広大で静かな日本庭園が広がっているなんて、何度訪れても五感がスーッと癒されるような感動がありますよね。最新のモードが躍動する街並みと何百年も変わらない豊かな自然、そして美しい伝統、それらが一本のみゆき通りできれいにつながっているこのエリアこそが南青山の本当に深い魅力だなと改めて肌で感じました。時代とともに街の姿やお店の名前は変わっていきますが、こうして自分の足で歩いて新しい発見をしていく旅はやっぱり最高です。77歳の YouTuber、僕の街歩きはまだまだ始まったばかりです。これからもいろいろな街の素敵な表情や大人のための役立つ情報を皆さんにお届けしていきたいと思います。それでは皆さん、今回はこの表参道の美しい景色からお別れにしたいと思います。もし今日の動画が少しでも楽しかった、また一緒に歩いてみたいと思ってくださったら、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた次回のお散歩でお会いしましょう。ありがとうございました。